皆さんこんにちは、ときまるです。今日は SNS をやめましたっていう話です。はい、タイトルの通りね、インスタグラムだけ残して、それ以外の SNS のアカウントをすべて削除しました。ものすごく気分がいいです。はい。デジタルミニマリズムの動画を過去に上げてると思うんですけど、ちょっとその関連もありながら、ちょっといろいろ話したいことはあるんですけどね。で、結論を言えば、インスタグラムだけを残したんですよ。で、それまで持ってたツイッターとか、あとスレッズとか、で、TikTok、で、それからリンクトゥリーっていうね、これ持ち物リストとかを運営してたんですけど、そういうものですかね。を4つですかね。削除しました。で、だから SNS は今、インスタグラムだけになったっていうことです。はい。で、なんかこれまで、割と惰性で更新してきたところもあったりとか、で、もちろんね、昔からね、使ってたんで、なんか愛着は結構あったんですよ。で、やっぱそれでしか連絡を取らない、コミュニケーションをしないような、そのツイッター上の人っていうか、そういう、人たちもいたので、ものすごくこれまでいろいろ勉強させてもらったし、で、自分もいろんな情報をそこから得てね、発信してきた感じになってたんですけど、最近は、去年ぐらいから、ちょっと AI を含めた実験を始めたりもしていて、で、自分のこれまで書いた文章とかを勝手にクロールして、で、時丸田中っぽいツイートを作るっていうことをね、実験したりしてました。で、一応毎日一言ぐらいずつ、ミニマリズムに関する情報を、なんかこう名言みたいな感じでつぶやいてたんですけど、なんかこれって意味あるかなって。なんか改めて考えてみて誰かの役に立ってるかなって。なんかそういうことを考え出すと、多分そんなにやってても意味がないかなっていう。それが一つの大きな理由です。で、それプラス、やっぱりそれを自分が発信するっていうこともそうなんですけど、やっぱりどうしても他の人の、ツイートとか流れてきますよね。で、最近もう本当に、そのアルゴリズムがやっぱり変わってから、イーロン・マスクにね、買収されてから特にいろいろ、グロックっていう AI のあれも入ってきたりとか、で、本当にその、なんか TikTok っぽくなってるっていうのかな。全体的にそういう傾向がありますけど、SNS 全体的に。でもなんか、ツイッターはやっぱりそれが結構激しくね、入ってきてたんで、それをね、一回削除してみようと思って、今回削除しました。で、そのデジタルミニマリズムの観点で言うと、なんか自分が新しいフェーズに入ってきたなっていう風な気がしています。で、それは、自分がね、今持ち物を65個で暮らしてるんですけど、なんか物を捨て始めた時っていうのが、もう本当に10年前、9年前ぐらいになるんですけど、なんかその時も、田舎っていうか旅から帰ってきて、で、自分の東京の部屋がものすごく、汚いし荒れてるなと思って、そっから物をどんどん捨て始めたんですよね。で、ちょうどその時に、ジョシュア&ライアンっていう、アメリカのミニマリストたちの本を読んで、ちょうどたまたま手に取って、で、なんかそれをやり始めて捨て始めたっていうね、経緯なんですよね。で、なんか今回も、その旅から帰ってきたんですよ、先週ね。で、ちょっとこの間 Vlog 上げてたと思うんですけど、沖ノ島の方に行ってて、で、そこから帰ってきてから、なんかね、やっぱこう東京の部屋に戻った時に、ふとね、こうスイッチが入ったんですよね。なんか降りてきたっていうか、また新しいのが。で、なんでそんな自分はそのデジタル関係のアカウントをたくさん運営してるんだろうっていうか、持ってるんだろうっていうことに気づいて、で結局それがなんか今までは自分の仕事だからとか、仕事で使うからみたいな、で、もっとそのなんかフォロワーを増やしていかなければならないみたいな、なんかそういうプレッシャーみたいなのがずっとあったんでしょうね。だからそれによって消せなかったものを、もうなんかいいやってなんか思えたんですよ。そういうタイミングがフラッと来たんですよ。で、このチャンネル前から見てくださってる方は、
過去に上げてる動画見てくれてるとは思うんですけど、その SNS のアプリを削除しましたっていうね、外で喋ってる動画があるんですけど、過去にそれを撮ってるんですよ。で、その時は、その自分がアカウントは持ってて、で、アプリをすべて削除したっていうね、話をしてるんですけど、だからそこをやった時も、なんかものすごく、なんかスッキリしたなって感じはしたんですけど、でもそれって結局、スマホのアプリを消してるだけであって、普通の PC とか、ブラウザを使えば、全然アクセスできるんですよね。だからその時はなんかものすごく、アプリケーションをなくしたことによってスッキリしたなとは思ったんですけど、結局ね、やっぱりその使ってる自分に気づきましたね。アプリを消しても結局ブラウザからそのツイッター見たりとか、なんかしてたんですよね、結局ね。で、そういうのがあったんで、今回はもうそれすらもね、やっぱアカウントをなくすっていうことは、そのアカウントを持っているっていうこととかなり、大きな差があるっていうことにも気づきました。なくしてみてから。なんかそもそも使ってなかったんですよ。なんか一時期やってたことはあるんですけど、その TikTok もそうだし、スレッズもそうだし、一時期最初の頃やってたんですけど、途中からもうただ何も更新しない感じにしてたんですよね。だから、それでいいのかなってなんとなく思ってたんですけど、でもやっぱり何も更新しなくてもアカウントを持ってるっていうことは、なんかそっちにこうね、意識がね、結構行くんですよね。例えばほら、インスタグラムとかだと、こうスレッズの今この投稿が話題ですみたいな感じでこうタイムラインに流れてくるじゃないですか。で、押したら、そのスレッズのアプリをダウンロードしてくださいみたいな方向に行くんですよね。で、それで、本当に見たい投稿とかたまに、そのスレッズを一回ダウンロードしてね、見てたりしてたんですよ。だから、それもできなくなるしね。だからアカウントを消すと。で、今ものすごく、だからそういう感じで、本当にそのアカウント自体がなくなったことによって、そこに対する意識とか、そのもうプラットフォームにアクセスできないっていう風な状況になったので、ものすごくなんか楽になりましたね。精神的負荷が減ったというか。で、それで、自分がやるべきことっていうものが、もう自分が持ってるアカウントっていうのが、もう SNS はインスタグラムだけになるんで、なんかね、もうただそれだけやってればいいやっていう風な感じになったんですよ。で、もちろんそんなにこう、見る時間はなるべく減らしたりはしてるんですけど、もともとやっぱり、DM で連絡くれる方とか、結構仕事の関係の、やり取りをしたりとかもしてるし、で、やっぱりこう今まで、普段ね、いろんな活動してる方の、情報を見て、そこからインスピレーションを得るみたいな、僕ももらうみたいなこともやってるんで、なんかちょうどいいかなっていうか、ただコンテンツ的には、やっぱり僕は写真も好きなんですけど、ツイッターの結構文章を書くっていうか、俳句みたいな、なんか、みんなのその、つぶやきとかは結構好きなんですよね。やっぱこう文章だけで書くっていうことは、結構その映像とか、写真とかを取り除いた、本当になんか純粋なミニマルな形だとは思うんですよ。でもなんかあえて、ツイッターを残さずに、あえてね、自分がそんなに、得意じゃないっていうか、得意じゃないって言ったらあれだけど、なんかそんなに好きじゃないっていうかな。なんか、文字の方がいいなってなんとなく思ってたのに、あえてそっちを残さずにインスタグラムを残したっていうのは、これもね、なんかね、自分の中で新しい感覚なんですよね。多分5年前とか、5年前とかの自分だったら、多分インスタを消して、で、ツイッターを残したでしょうね。だからそこもなんかちょっと新しい感覚。あえて自分が普段しないようなことを選択してみるみたいな、そういう感じになっていますね。で、いろいろ情報、てか話散漫になってるんですけど、このまま続けると、ツイッターっていうのはやっぱりその文字。で、最近文字っていうのがものすごく強力なものだなってことも考えるようになりました。いわゆるその文字の物質性っていう、
ソシュールっていう言語学の分野でね、ソシュールっていう人が言ったのが、やっぱエクリチュールっていう、ものすごい文字には物質性があるっていう話を、してるんですけど、なんかそれがやっぱり、よりね、デジタルになったとしても、やっぱり刻まれていく彫刻的な感覚っていうのがあって、で、それがやっぱり文章を書くことの面白さであるし、で、そこが僕が結構気に入ってるところではあるんですけど、なんか、やっぱちょっと重いなっていうか、で、それはなんか自分は他のところで、やっぱ自分のメンバーシップやったりとか、ニュースレターやったりとかしてるので、なんかそこで結構書けるんで、だから書く方はもうそっちに集中した方がいいなって思ったんですよね。で、インスタグラムは逆に、僕はもう投稿、見たこと、フォローしてくださってる方わかると思うんですけど、ほとんどもう投稿してないんですよ。で、たまに、年に1回とか2回ぐらい、ちょっと気まぐれで、投稿の入れ替えをしたいなとか思ってはいるんですけど、だから基本的に使うものはもうストーリーズだけになってるんですよね。で、ストーリーズっていうのは、あれ24時間で消える仕組みなんですよ。それも、なんかそれがいいなっていうふうに思っていて、で、なんか、例えるなら、散歩で出会った人に、オッスって言って話しかけて、やってる会話みたいな感じ。そんなイメージなんですよね。だからツイッターっていうのもなんか何かを話した瞬間に、この人がこう言ってるみたいなものがもうゴンと、その文字の物質性があるおかげで、デジタル上にガンって残ってしまうわけですよね。で、それがやっぱり人によって解釈も違うし、で、なんか間違った解釈をされて、いろいろ広がっていくみたいなことも起きたりはするんで、ただそれがなんかインスタグラムだと、なんかもっとカジュアルに、なんかちょっとYouTube に近いような、皆さんになんか話してるような感じで、結構ふざけられたりとか、なんか気軽にね、なんか話したりできるかなと思って、そういう感じで、ちょっとね、インスタグラムをね、やってみようと思って残した感じです。そうですね。で、それに伴って、自分のメンバーシップっていうのも新たにね、立ち上げたんですよ。で、これ今まで YouTube と、あとノートと、で、あとサブスタックっていうね、今、いわゆるニュースレターを書いてるもので、自分の、その会員限定のものを発信してたんですけど、それもなんかやりすぎだなと思ったんですよ。なんか、自分の運営がやっぱり忙しくなるし、追いつかないし、で、やっぱり入ってくれる人にとっても、なんか困るっていうか、なんかどれにしたらいいかわかんないですみたいな、迷いますみたいな話もすごくいただいて。で、一応自分の中では映像的なものは YouTube、で、文章的なものはニュースレターみたいな感じで分けてはいたんですけど、で、今もそういう風な分け方の区分けはあるんですけど、なんかそれがね、やっぱり一つにまとまっていた方がシンプルでいいかなと思って、とにかく自分のなんか発信っていうのをもっとシンプルにしていこうっていう考え方から始まってます。で、それで新しく時丸コアっていう、コアっていうね、メンバーシップを立ち上げました。で、そこではやっぱ自分のこういうコンテンツ制作の裏側とかやっていることとか、あとはミニマリズムの実践みたいなものの本音の部分とかね、そういうところを共有しながら、なんか一人で、そういうふうにやっていきたいとか、これ今後なんかフリーランスとかで働きたいみたいな人に向けてね、なんか自分も、情報共有みたいなものをお互いにみんなでしていきながら、運営できるような形をね、ちょっと模索していきたいなと思って、それで立ち上げた経緯です。で、もう一つ、自分のインスピレーションになっているのは、これなんかたまたま、なんかたまたま、YouTube だったね、多分ね、YouTube で見たんですよ。アメリカのアリゾナに住んでる20代のね、若い方。学生なのかな？多分まだ学生だった気がするな。大学院とかの人なのかな。で、その人が、その女性の方なんですけど、その人が、SNS を全部削除したっていうか、やってないっていうね、話をしていて、で、それを見たのが結構前なんですけど、もう多分1年ぐらい経つのかな。1年ぐらい前にその人のなんか動画でたまたま出会って見てたら。で、その人は自分の SNS を全くやってなくて、で、ウェブサイトと、あとピンタレスト。自分のお気に入りの画像をピン止めできるやつあるじゃないですか。
ピンタレストですね。ウェブサイトとピンタレストと、あとリンクトインっていうね、ちょっとビジネス系の、ちょっとソーシャル系の機能がついたような、ものですね。まあ自分も昔作ってたんですけど、持ってまして、これもアカウント。リンクトインと、あとメールアドレスと YouTube っていうね。それだけなんですよね。やってるのが。だから、もうインスタグラムさえやってない。もう Facebook とか Twitter はもちろんだけど、インスタグラムのアカウントさえ持ってないんですよ。で、自分のウェブサイトを主軸にして、YouTube と Pinterest と LinkedIn って。そのなんか4つで、活動してる人がいて、なんかそれがすごいミニマルだなって思ったんですよね。それもある。そう、だからそっちのインスピレーションがぼんやりと去年から頭の中にありながら、で、自分自身も、の発信とか、そういう運営する、使うアカウントについていろいろ考えていて、で、この間旅に行って、旅から帰ってきたらなんか、ふっと降りてきた感じで、もうなんか SNS やんなくていいなって、ふと思ったんですよね。で、そこから、すべて削除し始めたっていう。そんな感じになってます。だから自分のそのデジタルミニマリズムの実践っていうのが、新たなフェーズに入ったなっていうのを感じています。デジタルミニマリズムについての話もね、すごい長いやつをね、過去に上げてますけど、やっぱり、そのデバイスを触る時間を少なくする。で、あらゆる刺激から逃れるっていうところが、まあその目的としてある中で、で、やっぱりそれを本当に達成していくには、そのデバイスの時間を制限するだけじゃ、もうこれ無理だなって思ったんですよね、自分の中で。そうなると、やっぱり、その使っているサービスっていうか、デジタルサービスをミニマルにしていかないと、結局その使う時間っていうのは、何かね、自分でこうやって隙間時間を見つけて作っているなっていうことにね、気づいたんですよ。そんな感じで、インスタグラムだけを残したっていう話です。なので、もうそれしかないので、インスタグラムよろしければフォローしてください。で、あとは、そのコアっていうね、メンバーシップ始めたので、まあちょっともう深くね、もっと深く知りたいとか、深くやりたいとか、いう方は、ぜひそちらも参加してみてください。で、なんか本当になんか自分のやることがだからシンプルになったなと思っていて、だからそのメンバーシップをやって、で、今後、まあ今 YouTube とかでも、メンバーシップあったりとか、あとノートとサブスタックの方でも書いてはいるんですけど、もうそれはもうすべて一本化して統合していこうかと思ってます。なので、持ち物リストとかも、ノートで更新してたんですけど、それもですね、一応もう自分のメンバーシップの方に移して、で、そちらで更新していく感じになります。なので、まあ分かりやすくなったし、ものすごくシンプルになったなと思いますね。でやっぱりその他のことに対する時間を減らすことによって、もう少し自分がやりたいことの密度を上げていく、クオリティを上げていくってことをやっていきたいなと思ってます。で、なんか、そのツイッターもやっぱり、こう自分のなんか思いついたことをその場で言いたいっていうね、ことは多分誰にでもそういうなんか気持ちとかあるとは思うし、で、それが良さでもあるんですよね。結構即時的なその情報を共有できるっていうのは。だからそれは一つの良さでもあるんですけど、なんか今後はね、やっぱりその、何か思ったことっていうのは、やっぱり自分自身の心とか、あるいは自分自身のプライベートなメモに書き溜めておいて、で、もっとね、それを深掘りして、深く自分の中で噛み砕いてから、なんか、お話をしたいなっていうふうに、なんかそういうふうに思ってますね。だから多分そういう今まで僕が、使っていた SNS に対して使っていた時間っていうのは、そういうふうな考える時間とか、あとはもっと本読みたいっていうのがあって、で、本読む時間とかね、そういうのにどんどん当ててね、で、なんか、また面白いことをこう皆さんに共有できるようになれるといいなと思ってます。はい。ということで、今日は SNS をやめたっていう話。皆さんが使っている SNS 教えてください。で、何を使ってる使ってないとか。コメントで教えてください。そう、なんか僕もステップを踏みながらって感じですね。まあ最初もう Facebook を消したのはもう随分もう経ちますけど、だからその時もなんかすごいね、楽になったんですよね。Facebook 消して、で、Instagram 消して、なんか一個一個減らしてきたような感じですね。
で、まあ時代の流れもあると思うし、やっぱ今多分面白い SNS が、また別で盛り上がったりとか、あと今、中国のね、アプリ、レッドノートっていうのも盛り上がってたりとか、なんか TikTok がやっぱりそのアメリカで、ね、今買収問題もあって運営できないみたいな状況になりつつある中で、なんか新しいのをやっぱみんな常々こう探したりはしてるんですよね。なんかそういうところから、僕はまあエクストリームなところあるんで、まあ割とこう、逃れるっていうのかな。そういう感じの方向性で、行きたいなと思ってます。はい、ちょっといろいろね、余談話しちゃいましたけど、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の放送で。バイバイ。